とにかく美味しいから、あんま遅くなると売り切れてるんで。いらっしゃいませ。クリームパン好き。お米粉の黒ごまをたっぷりの方。お待たせいたしました。ありがとうございます。開店してからずっと来てる。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。チーズバーの成形に入ります。パンを食べるのが好きだったんで、そこからの始まりですけど、食べることぐらいしかね、もう日々ないんで、もともとは会計士とか税理士とかそういうのを目指してたんです。大学も会計の専攻してたんで、会計事務所に入ったり、一般企業の経理、総務の仕事をしてたんです。でもまあいつか何をするかは別として独立したいとは考えてたんですけど、天然工房の食パンの生地になります。
天然昆布パン焼き上がりました。くるみチーズ焼き上がりました。くるみパン焼き上がりました。田舎パン焼き上がりました。白いおさつ焼き上がりました。くるみおかつ焼き上がりました。チーズパン焼き上がりました。米粉パンソーテーします。ギャンパン焼き上がりました。米粉パン焼き上がりました。まさつ焼き上がりました。ポテトパンと蒸し鶏パンに仕上がりました。
パン焼き上がりました。丸ごとウインナー調整します。天然酵母の食パン調整します。バナナ焼き上がりました。
はい、カットしとけばよろしいですか。こんな感じです。多い時は全部取り置き。カレーパン2つと、はい、おパン、そうてる方にこれ2つ。山田、あ、2つですね。失礼いたしました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。美味しいから、いつも好きで、普通の食パンと、これがよもぎのもうふわふわよもぎあんパンと、カレーパンが美味しいんで、カレーパンと主人がね好きなんです。カレーパンとにかく美味しいから、あんま遅くなると売り切れてるんで、私はカレーパンちょい辛の方のカレーパン、大人の味です。優しい味、もうファンです。美味しい、食べて。ありがとうございます。いらっしゃいませ、こんにちは。ご来店ありがとうございます。白竹カレーパンですよ。白だったら食べれる。白いおさつパンもお願いします。すいません。ありがとうございます。こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どうもありがとうございました。またごひいきによろしくお願いいたします。クリームパンとチーズパンと丸ごとにありがとうございどうもまありがとうございました。ありがとうございます。これはオリジナルグッズあんまりパン食べなかったんですけど、ハマってしまいました。素朴な優しい味で、今日は食パンと、期間限定のこの白玉が入ったよもぎあんパン、これがすごい好きでいっぱい買いました。午後に買いに来るんだったらバタール美味しいです。はい。ケーキ屋さんみたいにさんが取ってくれるのも安心。そうですね。はい。そういつまでも美味しいパン食べたいのでちゃんと寝て頑張ってほしいです。休憩取って。はい。確かに。はいありがとうございました。いらっしゃいませ。こんにちは。ご来店ありがとうございます。メロンパンがいい？ちょっともうメロンパンがいい。メロンパンじゃ一つと米粉の黒ごまを2つがもうクリームパンも買っとく？クリームパンとくるみチーズ。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。今日ちょっと散歩がてら公園で食べようと思ってパン買いに来ました。パン買った？何のパン買ったの？教えてあげて。メロンパンとお芋のパン、クリームパン。クリームパン好クリームパンが好き。いいね。それ？うわー美味しそうだね。ショーケースのパン屋さん、子供連れて行っても安心だなと思って、取ったり触ったりしないから買って帰って、前メロンパン食べてもう取り合いになっとったな。前にカマンベールとくるみのパン食べて美味しいってなって今日も買いました。バイバイ。食べような。美味しく食べてね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。こんにちは。ご来店ありがとうございます。き。
らっしゃいませ。こんにちは。お待ちしておりました。怖い人が来た思って。ここ勉強どうなった？勉強はもう29から。はい、ありがとうございます。あ、すみません。ありがとうございます。あ、戻ってこられました。わかりました。中にウインナーが入ってる。もう毎週こうやって3つずつ。うん、3つずつ。おすすめはね、全部やけど、これがええらしいわ。くるミルクですか？うん、血圧にええらしいよ。もうじゃあこっち来るときは毎回このカバンも持って。そう、カバン持ってね。うん。愛想がいいこと、まず。笑顔。やっぱり愛想がよく言えなあかんわな。なんぼパン欲しかっても。聞いてもな、ずっとしとったら気せえへんやろ。うん、そこが一番やな。食パンをお願いします。あ、はい。ありがとうございます。お待ちしておりました。おやきは魚のやつ一番端にあるんです。じゃあこれと2つか。クリームパンと粒あんパン。どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。今買ったあんパンとクリームパンと、あとおやきはちょっとビールのあてにおやきっていうのがなんか高菜とかそういうのが入ったちょっとおかず系のパンがこんな感じなんですけど、あと天然酵母のパンは予約制なんで、はい、だから予約しとかないといけない。パン予約しとくの忘れてた。ああ、すみません。ちょっと待ってください。予約やで。ありがとうございます。今日は天然酵母の食パンで予約が6金もらってるんで特に早いですね。量は18金から24金ですね。11ぐらいまで売れてしまうことも残ってる時ももちろんありますけどね。キーマカレー。ありがとうございます。大丈夫です。はい。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。以前もメロンパンとかのいろんなパンをいただいて美味しかったので、また来させていただきます。お芋が入ったパン、なんか新作のキーマカレーパン、クリームパンが美味しかったクリームパンと思います。天然酵母のパンがあるって最初は伺ってきたんですけど、なかなか予約で買えないっていうので、いつかは食べてみたいなって思って。ありがとうございます。白いお札と、はい、白いお札がお一つ。キーマカレーパン。はい、キーマカレーパンがお一つ。はい、くるみルクがお一つ。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。お待たせいたしました。お願いいたします。メロン。よく来ます。一時は週に1回来てて、くるみルクととろりショコラパン、白いお札、キーマカレーパンです。なんかおすすめのものとかあるんですか？ショコラやな。とろりショコラパンと今日買ってないですけど、土曜日にいちじくの酵母パン天然酵母パンがあって、なんかそれを一時期毎週買いに来てました。フランスパンみたいに硬くなくて、外はカリッとしてるけど中はなもちもちしてもちもちしてめっちゃ美味しい。私の家族が好きで来てて、で一緒に行こうって言って一緒に来てハマりました。酵母パンが美味しいって聞いてたので、一回買ったらドハマりしたっていう感じ。出来たての時のあるしな。その場で食べます。歩きながら。香味力はまず美味しくて、中のスタッフさんがめっちゃ優しいので、あったかい雰囲気なので行きたくなります。ありがとうございます。自分がパンが好きなんで、そのパンの美味しさを知っていただきたい気持ちが一番ですね。以前サラリーマンしてたところの会社でこういうありがとういう
感謝の気持ちを大事にしなければいけないということで社員教育をされてたとこがあったんです。それの影響でこの本で今もこの同じ気持ちでやってます。どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いらっしゃいませ。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。メロンパンのラスクと明太ポテトパン。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今休みはね、週休3日にしてますんで、金土営業なんでその時はちょっとしんどいですけど、下手したら20時間が21時間ここに。天然酵母パン、はい、今日7個ございますよ。はい、あんパンもございます。粒が1つと、はい、ありがとうございます。2月の3日で8年で9年目ですね。お客さんに恵まれてるんで、最初のことはこうごっつい波がいい時とあったんですけど、最初の頃は10時に開けてちょっとの間公演が経って、誰もお客さん来えんのちゃうかとかね、思ってましたね。もうちょっとそんなことは絶対ないんやけど、地域にそうしても根付いていこうと思うと、もう毎日食べるでも飽きがあまり来ないようなパンがいいん違うかなとは思います。はい。ありがとうございました。食パンが3つですね。ありがとうございます。では、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、週に1回ぐらいですけどね。今回は出版だけですけどね。3金ですね。袋に分けて、はい、そうですね。はい。で、お友達とかその前にね、配ってね。やっぱりみんなで食べるのが一番いいかと思うんですけどね。パンの匂いですわ。こう懐かしい昭和の時代のその匂いがするんです。パンの匂いがね。店員さんも愛想いいしね。元気でね、できるだけ長いけど無理せんと、はい、続けてほしいですね。また私でも手伝うことがあったらね、なんか言ってもらったらね。ありがとうございます。いただきます。はい、どうもありがとうございます。どうも。くるみルクがお一つとくるみぶどうがお二つですね。すみません、3点。私はこの天然酵母系が大好き。飽きないでずっと食べれます。全部手作りで安心して食べれる。毎日食べても美味しく食べれるっていうところで。みんなに食べてもらいたいです。天然酵母パン焼き上がりました。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。天然酵母の食パンがお一つとメロンパンラスクがお二つ。まあ一番好きなのはこのパン。美味しいです。食パンですね。でここのパンで一番美味しいのは天然酵母系のパンでしょうね。はい、どうもありがとうございます。小麦あんパン。それからあとは天然酵母でチェリー&アーモンド。それからオレンジピール。チェリー&アーモンドは割とかなり好きなパンでね、そういう系統で好きなのがイチジクのパン。土曜日の時は大概それを買う。ここが開店してからずっと来てる地域のパン屋さんとしてここでずっと営業してほしいなと。あまり大きくなって他行っちゃうと困るから。はい、どうもありがとう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。脱サラしてやってみて。ある面理想と現実のギャップはありますよね。そんなに儲けんでもいいんですけど、やっぱり利益を出さないとやっていけないんで、そこのバランスがね、だからもっと実力をつけないとそれは言うとこでしょうけど、なかなかね、パンを召し上がってもらって幸せを感じてもらえればそれで
プルンプルンしますよ。いらっしゃいませ。うわ、マジで。完全に触れます。この日にそんなことあります？僕は説明が見たい。人柄ってパンに現れると思います。ありがとうございました。湯種食パンですね。五穀の生地に北海道産のポテトとコーンになってますね。で、これが僕の食パンですね。で、これが玉ねぎの生地の中にフレッシュの淡路の玉ねぎ練り込んでそのまま焼いちゃうんですよ。じゃあ焼いてるうちにめっちゃ玉ねぎ甘くなって淡路の玉ねぎやからこそできるやつですね。一応このハムも大山ハムっていう肉々しいハム使ってますね。一応子供が食べやすいように結構甘めに作っとって2種類のカレーをブレンドした感じですね。じゃがいものフレークみたいな
揚げる場所がないんで、揚げてる風ですかね。これは全粒粉、五穀の全粒粉なんですけど、一回水で戻してあげるとすごい香りいいします。ライ麦これが一番人気のゆらね食パンですけど、結構柔らかくてよくこうやって出すじゃないですか。この出し方したら網の型いってもう全部ボツになっちゃうんですよね。いや普通にしとってもめっちゃポロンポロンするんですよ。結構揺れるんですよ、めっちゃ大変なんですよ。真四角を保てないと横側にずれてくるんですよ。こうやってちょっと横にボワーンってなったりとか、基本的にうちの粉全部弱めで膨らまないんですよ、あんまり綺麗に。ちょっとだけ回す量を増やしたら、グルテンの量は多くなっちゃうんですけど、形保てるようになったんで、回す量が伸びた感じですね。ゆらねと違ってこれはめっちゃ簡単に出せるんでありがたいですよね。これ全粒粉ロールですね。朝一にお水入れてあげた全粒粉。自家製のピロシキです。
レンジで中にオレンジピールを練り込んで作ってる湯種と同じ生地ですね。食べた時ですね、もちっていう食感がします。だから何種類ぐらい生地作られるんですか？種類だけで言ったら5ですね。そこからいろいろ派生してったら7、8ぐらいですかね。これは青柳あんパンのあんこですね。芦屋で発泡料理屋さんをしてる人がいるんですけど、その人に特注で作ってもらってるあんこになりますね。多分こんぐらいで全然違いますね。違うでしょ。めちゃくちゃ食べやすいんですよ、こっちのあんこが。うわ、めっちゃさっぱりしてますね。でしょ。であんまり量も仕込めないんで数量限定として作ってますね。じゃあこれ前日に分割だけしてるメロンパンの生地です。いや、多分潰れてるかもしれないですね。うわ、マジで完全に潰れましたね。とりあえずこれは2円4点なんで待ってください。電源入れときな。入れたら漏電して壊れるから。この日にはい。そんなことあります？申し訳ございません。オープンして1年半、こんなこと初めてです。いてくれてよかったです。2人やったら最悪の空気。どうするって感じ。ちょっと考えたのかな。今止めてんねんな、水道。うん、大丈夫。いつも蒸気入れとう場所は代わりに水切りです。
ニーチーズで焼いた後に上から岩塩と蜂蜜を。この蜂蜜とありがとう。メロンパン表面乾燥させた方が綺麗にふわっと膨らむんで割れにくいですよね。もし食べてもらっていいですか？よかったら。ありがとうございます。形悪いやつ。いや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 。湯種の生地使ってるんで、うちのメロンパンはすごいもっちりふっくらしてて、メロンパンが苦手な人でも買って帰ってくれますね。ここのメロンパンだけは食べれるって言って。で次フランスパン入るんで、しっかり拭いてあげるみたいな感じです。UFO、仕込みながらするな。オレンジ、紅茶、香り広がる。なんで？明太か。はい、もう一つ。多分結構珍しいんですけど、うちの中力を使ってるんがこれうどん粉なんですよ。やっぱ他の普通の中力に比べたら結構すごいいい食感に変わってくれるんで。
こんなんなんですよ、触ったらにまた取ってもらったら、結構待ってないそしたらさっきのべちべちのがこんな感じにもうしっかりトロトロっすけど、でこれオレンジ分とこれが朝一の食パンになる感じですね。ホワイトチョコで紅茶パウダー。何やる？説明。クリームの説明してあげたって。すみません。クリームはきび糖で作ってるんで溶けないんでめっちゃジャリジャリしてるんですよ。年配の方ジャリパンってを気に入って買ってくださいます。なんか初め滑らかな方がいいかなって、このミルククリームだけお砂糖変えるっていう話してたんですけど、やっぱりせっかくねきび糖を使ってるからこれもきび糖を使おうっていう。5コップなんですけど、普通の5コップって結構硬いじゃないですか、これ柔らかめに加工してくれてて、歯が悪くても全然食べれるっていう。なってくるんですよね、次。これはフレンチトーストですね。牛乳じゃなくて豆乳でつけてる豆乳のフレンチトーストです。そのパンチをちゃんといくいかへんで、特にその五穀食パンが上がり方が全然変わってくるんです。ちゃんとパンチせんかったりしたらもう次の日こうやって上がってこないです。あんな感じにもうぺたんこで全然やる気のないパンに変わります。手抜いたらすぐ五穀食パンに怒られるんですよ。お前手抜いたやろ言って。
めんどくさい彼女ってよく言ってるもん。いやほんまにねえや彼女や。ほんまにめんどくさい彼女そうだから粉とかのその日によって温度が変わるじゃないですか、その粉の温度が変わった時にも次水の温度も変えんとあかんし大変なんですよね。まあでもそれが面白いんですけどね。僕は別にすごいわけじゃなくて僕だからそうやって言ってますけど、他の人からしたらちょっとちゃうわって思う人いるかもしれないですけど急に発狂してこのバターが中に馴染んでってくれるんで、さっき切っちゃってます。スライムみたいでしょ。裏で。します。手土産で持って帰ってもらってよし。クロワッサンをカリカリに焼いたおやつですクルンジっていうらしくて、おこげっていう意味のヌルンジっていう韓国語とクロワッサンをかけた造語みたいなでクルンジ。可愛らしいですねえ本当にちょうどいいおやつですね。そうなんですよ。
いらっしゃいませ。5点で1300円失礼しました。ありがとうございます。ドア開けますね。すいません。よくご家族で来られるんですか？そうですね。あと散歩がてら来たりして。これ子供が好きなので、湯種パン。ちょっと初めて買ったんですけど、全粒粉のパン。あとエピ。これ美味しそうですね。これがすごいお気に入り。今から朝食でそうです。そうです。ありがとうございます。今からこれ何やられるんですか？今からピロシキ仕込みます。はい。いらっしゃいませ。こんにちは。もともとよく来てくださってて、で共通の趣味がお酒なんですけど、共通の趣味があって。ゆうくんこの間例えでありがとう。じゃあ頑張って。頑張ります。ありがとうございます。また。失礼します。うち近所なんですけど、なんかパン屋さんできたよっていうので一回来て、ちょっとりほちゃんと意気投合して、もう今はお客さんとお店の人じゃなくってただの飲み友まで行ってます。おすすめは店主のりゅうくんの優しさが詰まったフレンチトーストです。通われる理由とかパン買いながらおしゃべりしたりとか、人柄ってパンに現れると思います。頑張っていつまでも買いに来るので続けてくださいっていうことです。山歩きはるんですよ。その後にお昼飲みするのが好きなんやけどねみたいな話から、おすすめのお店あるけどどうって言って、そこでお客さんつなげてくださったり、飲食店行ってお客さんと話したりとか、それが楽しくて息抜きです休みだ。大体炒まったら油がすごい振ります。29歳でありがとうございます。湯種の6枚切りが1つと、吉岡様で、はい、ありがとうございます。結構きつめにとろみをつけます。
ポイポイバイバイ。ふわふわありがとうございます。好きなパンはありますか？アンパン。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ、こんにちは。いらっしゃいませ、こんにちは。ありがとうございます。お願いします。アンパンですね。5点で1274円です。ありがとうございます。ありがとうございます。で一番最初はほんまに慣れてなくて1年半も試行錯誤しながらやったら綺麗にはある程度は綺麗にできてこの食パンは作りたいってずっと言ってたから、その甘みがあって甘みがあってもちもちしたもちもちしたお菓子みたいな食パンだから生でもそのまま食べれるような食パンをもともとは作りたくてで作ったのがゆだね食なんですね。私いつかはあと1本を出来たてでスプーンで作って食べたいね。ネット販売を最近始めて当日上がったパンを冷凍保存してクール便で送らせてもらっているのを最近始めたんですよ。仲介業者挟まず自分たちだけのスクみたいなやつではない。ウェブサイトから飛べるんでまたインスタグラムに勧められたからかをぜひぜひ。いろいろねなんかまた合いそうですね、どこかで。ねめっちゃ飲みに行きはるみたいな。またどこかであれば。ありがとう。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ試したいなと思ってでたくさん買ってお友達と分けます。ありがとう。ありがとうございます。
プレゼントした614円。せっかくやるんやったら地域の人に貢献したいなと思って、子育ての街って最近ずっと明石が言われてるんで、子供たちと一緒に成長できるようにできたらいいなと思って、パン屋さん自体が。だから将来の夢的に言ったら、子供が大きくなった時に俺はベーカリー料理を食べて大きくなったんぞって言われるのが夢だからそういうのを目標にここで作ることにしましたね、西明石で。だからこそ毎日食べるパンってなったら健康面を意識しないといけないんで、純強力をメインにしてグルテンを抑えて保存料とかそういうのは一切入れないようにして健康面を意識して作ったパンが今並んでるパンですね。神戸の方で修行された？あ、そうですそうですそうです。フロインドリーブっていうところで7年間で、その後別のパン屋さんに移って合計で10年ちょっとぐらいですかね。同じくフロインドリーブのキッチンがあるんですけど、夜中作ったパンをこっちでスライスしてそれをサンドイッチとかに加工するっていう、そこで働いてます。3年ぐらいかな。本当にパンに対してのこだわりっていうのは好きだから。そうそう、好きやからこそこういうふうに美味しく食べてもらおうって考えれるし、せっかく食べてもらうんやったらこんな食パン食べたことないわって思われるようなやつを食べてほしいなと思って作り始めたってぐらいですね。ありがとうございました。これは玄米が入ったパンになりますので、バケットとかハード系のパンですね。明石のお酒屋さんから搾りたての酒粕を提供していただいてまして、それを練り込んで、パンを作ってるんですけど。これはね、焙煎した玄米なんです。よかったらどうぞ。もうこのまま食べられるんで。味自体はそんなに何もないですけど、すごい焙煎のいい香りがすごいするの。この粒の玄米と発芽玄米、2種類の玄米混ぜて作る柔らかめの、これも人気がある商品なんですけど。
こ見て開けてからやから5年6年やね。結構パン屋さんって朝早いから大変だったりしないですか？いや大丈夫、もう慣れたからね。やっぱり最初の方はちょっと大変だったっていうエピソードはありますか？そうやね、素人やったからね。もともと飲食でやってたっていうわけではないんですか？そうなの。さっきの紅茶、リンゴとか入れてた分ですね、クランベリーとか。
81。81歳。16年生まれ。お元気ですね。元気やろ。田舎の子やからね。主婦と働くね。パートで働いたり、いろいろ。やっぱり
誰かが助けてやらないかんからね。でもこんなもん普通誰でも主婦やったらできるよ、教えてもらったら。みんな私らの年代元気よ。私より一つ上のいとこなんかも今でもバリバリ働いてるよ。絞りたての酒かすの時はもうこの辺ぐらいからブワーって匂うんですけど、これはね、ライ麦パンに、はい。リンゴとクランベリーが入ったパンと、黒豆とピントキーモが入ったと思います。食べますか？これ、ほんじゃ。切っていただけますか？うん。はい。ほんのりなんか玄米の味がくるように作らせてはいただいたんですけど。もうええ音した。焙煎玄米の、オーナー様すごいストイックに偏らんでも、まあ、全部いろんな美味しいものが合わさったらいいんちゃうかなと実は思っているので。あ、そうだね。ありがとうございます。すみません。はい、ちょっと柔らかいタイプの玄米のパンですね。この先が美味しい。はい、これです。はい、これいただいて。はい、どうぞ。これはね、酒粕使ってみる。これで置いてください。はい。電子レンジで温めていただきましたらふわっとなりますし、温めていただいた中にレーズン入ってますので。レーズン大好好きやね。ちょっとこれ熱いですのでね、お気をつけて。すみません、ありがとうございます。どうしよう。よろしければこちらご試食の方どうぞ。はい、ありがとうございます。こちらがね、アーショコになりますね。おいしい。あ、本当ですか。ありがとうございます。買って帰ります。あ、本当ですか。ありがとうございます。こちらもまたお入れしておきますので、玄米のパンになりますね。お待たせいたしました。ありがとうございます。お気をつけて。
はい、ありがとうございます。分厚くない方がいいですね。斜めで。はい。すいません、お待たせいたしました。すいません。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございました。お気をつけて。すごっ。ちょっとこれ一升パンって焼き時間も長かったりするんですか？最終的にはもうほぼほぼちょっともう音というかしっかり高温でぐっと一気に焼き上げるので、これだけは毎回緊張しますよねやっぱりなんかね、これはね、なんかね慣れないです。生地自体は2キロなんですけど、生地自体が2キロで焼き上げると 1.8 ぐらいになるので、私が好きなのはやっぱりカレーパンとあんパンと手伝うきっかけは一緒に同居してるからね。下ごしらえとかそんなのが手伝えたらと思ってね。やっぱり本人はできないからね、忙しいからね、できる限りのことはしてます。まあそれでもレシピはあの子がちゃんとこれというものがありますからね、それを教えてもらってそのレシピでずっとしてます。サンド系とかあんなのはね教えてもらってしてます。私流は絶対できませんから。やっぱりお客様に買ってもらうやつやからね。16年生まれやから81です。大きい病気もしなくって、おかげさまで元気で本当に両親に感謝です。研究施設はまあくよくよ考えないことやわね。嫌なことがあっても時間が経てばさらっとしてます。はい、ありがとうございます。お会計の方が合計で783円になります。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ここができた当初にオープニングぐらいで何回かは来たんですけど、今日はちょっとハード系のパンが食べたくなったんで、だからフランスパンのね中にチーズの入った分がねすごい好きなんでね、で買ったんです。なかなかこのチーズの入ってるフランスパンが売ってるところが少ないので、これが大好きなんです。でちょっと寄らせてもらってちょうどあったんで買ってみました。子供がねメロンパンが大好きなので今日もメロンパン買ったんですけど、ちょっと変わってるんですよね、メロンパン。今さっき見たんですけど、通常のメロンパンっていう感じじゃないんです。ちっちゃくて可愛いコロッとした感じの、朝食にいいかなと思って買ってみました。なるほどね。よくしていただいて。はい。はい、すみません。ありがとうございます。はい、お願いいたします。カレーパン絶対買いますね。子供とも来るんですけど、クロワッサンが好きだったりとか、あとはウインナーロール好きだったりとか、鮭フロマージュを今回買わせていただいて、ちょっとどんなお味なのかなと。ありがとうございます。ありがとうございます。18歳からですから28年。きっかけは本当に普通にパン屋さん楽しそうな仕事やなというか、好奇心から始まって、でやるにつれすごい奥が深いっていうことを知って、僕は本当にパンだけしかちょっとやってきたことがないので、
パンをやってることによってつながったお客様とかつながった人っていうのがすごく多いので、そういう意味では本当に人生を変えてくれたんですかね。
生地の部分がぐりゅっとしてるので噛めば噛むほど美味しいというか。
70円が1.400円。1.5 キロだからうん。
コーヒーの風味をさせるためにインスタントコーヒーの粉を混ぜるんですが、ネスカフェゴールドブレンドでないとダメ。味が全然違うんですよ。ベーグルだけでこんだけ焼いた時に美味しいのがこのチョコレートなんです。
店では1ヶ月で売れるベーグルは3000後半ぐらいから5000個ぐらいまで。通販の方が多いので6000から1万個ぐらいまでですかね。こっちは中外チーズ。回収台に進んでから箱詰めしております。パンフレットとあとメッセージカードですね。今これは白あんと混ぜてきなこあんを作ってるとこなんですけども。
す。